メタが密かに我々紳士が注目すべき VR 機能を完成させていました。最近のメタは AI や AR ばかりをしていて VR やメタバースは終わったのかと思っていましたよね。でもひっそりと発表されていたホライゾンハイパースケープという技術がありました。以前の動画では確かにこれ面白そうだけどと軽く触れる程度でしたが、これクエスト3があれば誰でも簡単に試すことができる、実はとんでもない技術でした。そして現実の空間を 3D コピーできるという、これこそがまさに本当のメタバースかもしれません。それに紳士の皆さんであればこの技術の別の可能性にも気づきますよね。もし女優さんがいる空間をスキャンできたら360度好きな角度から女優さんを眺められる世界が作れるということです。しかもクエスト3があれば誰でも手軽に試せるということで、今回実際にやっていきたいと思います。メタは我々紳士のことをちゃんと分かっていたのかもしれません。まず紳士も期待するこのハイパースケープがどんな技術なのか詳しく見ていきましょう。ハイパースケープはクエスト3をかぶって部屋の中を歩き回るだけでその空間を丸ごとキャプチャーできる技術です。壁、床、家具、照明の雰囲気まで全てが高精細な 3D モデルとして記録されます。処理はメタのクラウドで行われて数時間後にはフォトリアルな VR 空間として体験できるようになります。クエスト3だけでなくクエスト 3S でも使えるのでより多くの紳士が体験できますね。実はメタ公式のサンプル空間は前から見ることができて、その時もリアルだなとは思っていました。ただこういうのは普通大規模な機材が必要で自分が作るのは無理だと思い込んでいました。この他にもフォトグラメトリという似た技術がありますが、専用ソフトが必要だったり VR で見るためのハードルが高そうで手を出していませんでした。しかし今回はクエスト単体でキャプチャーできて、処理もそのままメタのクラウドに送信されて完成したらすぐに見ることができます。これだけ手軽になったら試さない理由がないでしょう。実際にこれどれぐらいすごいのか詳しいやり方を含めて自分の部屋でまずはやってみることにしました。まずハイパースケープキャプチャーというアプリをストアから導入します。ハイパースケーププレビューもありますが、こちらは古いものでサンプルが見れるだけのアプリです。導入したら手順に従って部屋をスキャンしていきます。スキャンは3段階に分けて行います。1回目は部屋全体のレイアウトをキャプチャー。部屋の端を歩きながら中央を向いて全体の 3D メッシュを作成します。2回目は細かいディティールのスキャンで家具に近づいていろんな角度から見ていきます。机の下を覗いたり棚の裏側を見たり隅々までカバーします。3回目は最後の仕上げで天井を見上げたりまだスキャンできていない部分を保管します。コツは1回目から丁寧にキャプチャーしすぎないことです。2回目3回目で丁寧にやりましょう。最初から細かくやりすぎると疲れて賢者タイムになりますから注意してください。多分明るい方がいいと思ったので撮影用のライトをつけて撮影してみました。丁寧にキャプチャーしたので全体で15分ぐらいかかりました。女優さんがいたら30分ぐらいはかけて隅々までスキャンするところなんですけどね。スキャンが終わったらワールド一覧画面になってデータをメタのサーバーにアップロードできるようになります。この処理に2時間から4時間ぐらいかかるので一晩経ってクエスト3で実際に見てみました。もうこれすでに見ているんですけどもう一度ちょっと見てみましょう。こうすると、今撮影した部屋がこれはね脳がバグる感じがあるんですよね。本当にね一瞬 VR なのかパススルーなのか分からなくなるぐらいの感じですね。ここでこう撮影してるわけなんですけど、普段多分ねこう座ってみるより立ってみるとかなりリアルに感じます。立ってるとかなりただやはり遠目で見ると結構綺麗に見えるんですけど、近づいてみるとあらが目立ちますね。この辺とか若干崩れてたり、ここからこちらの方を見るとかなり荒くなってたりとかまだらになってるんですよね。ただ全体的にはかなりいい感じにキャプチャできてるかなっていうふうに思うんですよね。この光具合とかがちゃんと再現されているのがこれがすごいですよね。ちゃんとこれ明るいんですよね。このライトが
シャンデリアのこの電球の明るさとか、このカーテンに反射している感じ、これもちゃんとキャプチャーできていると。ライトそのものもちゃんとキャプチャーされていて、ちょっと生活感がかなり正確にキャプチャーできてます。これ移動がね、テレポートとこのクイックターンだけなので、もうちょっとスムーズに移動させてくれたらいいなとは思うんですけど、メタのこのサンプルのワールドもあるんですが、これらで見るより自分の部屋でキャプチャーすることで、そこにいる感がね、かなり感じるんですね。これだったらこう知らない場所だったら、うわリアルだなぐらいの感じなんですけど、こうね、自分が知ってるところでキャプチャーすると、本当にそこにいる感じを味わえますね。もうね、部屋がここまでリアルにキャプチャーできるんなら、人物もかなり期待ができるんじゃないでしょうか。いよいよね、紳士の夢が叶う時が来たのかもしれません。これちゃんと人形もねキャプチャーできてますから、これ。そしてこのいろんな場所キャプチャーしたのを保存しておけるので、旅先とかお気に入りの場所いろいろ保存できそうですよね。そして部屋がこれだけリアルにキャプチャーできるんだったら、外だともっとリアルになるんじゃないかなと思って、実際屋外でキャプチャーしに行きました。その様子ちょっと差し込みますのでどうぞ。はい、今ですね、ここ新宿中央公園のナイアガラの滝来てます。チャット GPT に聞いてみたところ、なんかキャプチャーするのに最適な場所を探してくださいって言ったら、ここを提案してたんで、ちょっとここでキャプチャーしてみようと思います。うわ、やばい、めっちゃ虫が集まってきた。うわ、やばいこれ。ちょっと暗いところでキャプチャーできるかっていうのがちょっとわからないんですけど、電気をつけてキャプチャーしようと思ったんですけど、虫がめっちゃ集まってくるんでちょっと無理かもしれないですね。とりあえずここが多分メインの滝で、こっからぐるっと一周キャプチャーしてみようと思います。ガーディアンの広さ以上に広いので、そこもキャプチャーできるかっていうのもちょっと試してみたいですよね。それ行ってみます。まず1回目ね、3回やらないといけないから。そしてさっきちょっと試してみてたら、このヘッドセットを外した状態でもキャプチャー維持されてるんで、着用したままじゃなくてもキャプチャーできるというのがかなり楽で良かったです。いや疲れた。20分ぐらいスキャンしてるから、ただもう行ってくれ。2回目のスキャン終わり。3回目がすごい範囲スキャンされている。この天井の広さが多分全部スキャンされている範囲だと思いますね。これを再度天井をスキャンすると、かれこれ30分ぐらいキャプチャーしてますけど、だいぶ幅広いキャプチャーができたと思います。いやー、これでいってくれ、頼む。一応セーブまでできた。よし、これでアップロードは家に帰って家のネットでやろうと思います。それではそれじゃあね、キャプチャーしたやつ実際に見ていきましょう。これね、まだ自分でも見てないのでちょっと楽しみにしていたんですけど、新宿ら辺でね3箇所に分けてキャプチャーしたんですけど、日時的にこれだな。どこだこれ。うわ、なんか怖っ。ちょっと期待外れだなこれ。怖っ。なんか真っ暗だし、なんかホラーじゃんこれ。全然なんかうまくキャプチャーできてない。バッとでもここに滝があって、滝の上まで行けるけど、さすがにライトがなさすぎてちょっとキャプチャーしきれてないね。ここトイレちょっと若干なんかキャプチャーできてる。ただかなり広い範囲移動できるっぽいな。ガーディアン設定はかなり狭い範囲しか設定できてないんですけど、それ以上に多分移動自体はできる。ここカップルの人座ってたけど全然
人はかき消されるのかこれ。なんかこうやってスマホ見てるっぽいんだけど、この人なんかかき消されてるよね。ここがやっぱ街灯があるからうまくキャプチャー、でもそれでも自分の部屋のキャプチャー具合と比べると全然荒い。遠くにビルの景色があったのに全然ないね。ああ、これは失敗かもしれない。めっちゃ大変だったのに。でもここまでいけるな。おおここまでいけるの。あ、ちゃんと高さもキャプチャーできてる。あ、そうか。でも空間メッシュ入ってるから高さもできてるってことか。あ、でもこれ上の方にはいけないのか。ここが天井扱いになってるね。高さはここが上限なわけだ。ライト当ててキャプチャーしたところはちょっと明るくなってるけど、これは失敗ですね。ナイアガラの滝。ちょっと別のやつ見てみましょう。そうだな、こっちにしよう。これはまあまあいいんじゃない。新宿のバスタ新宿のところをキャプチャーしました。でも遠くを見るとちょっと画質が荒いな。だいぶ荒いね。星2ぐらい。でも近くは結構いい感じ。でもちょっと崩壊してるな。これ私の荷物なんですけど、こういうのはキャプチャーできてたりする。でも人消えてるな。人がこの辺にもなんか人影っぽい、ほら靴があるけど人消えてるね。ここまでしか行けないんだ。もうちょっと幅広くキャプチャーしたような気がするんですけど、キャプチャーした範囲からちょっと狭まるのかもしれない。この辺までしか行けない。この辺ずっと人が歩いてたのは消えてるね。あそこに人がいるけどもう顔がちょっと分かんない感じ。なんかこうモザイクというか、これ処理する時にモザイク処理みたいなかかってるのかもしれない。タバコ吸ってる人いや、これなるほどね。顔はキャプチャーされないようになってんのかな。なんかリーゼントみたいな髪型見えるけど、顔が完全に。でもあそこの看板の顔はちゃんとなってんだよね。看板はいい感じだよね。でも文字があんま見えないよね。そして遠くがね、やっぱり光量が少ないのもあると思うんですけど、かなり荒いですねこれ。360度カメラで撮った時の、これ 2K とか 180p とかそんぐらいの解像度の感じで見えますね。なんだろうな、遠くはやっぱり立体感が失われるので臨場感薄いですよね。この近くやっぱり部屋とか狭い空間がいいんだと思うんですよね。遠くの景色を撮るのにはあまり最適じゃないかもしれないですね。ちょっともう一個見ましょう。これはね、バスタの裏側ですよね。こっちが向こう側がさっきいた場所。ちょっとなんか高さが合ってないな。なんか景色が良くてカップルがなんかイチャイチャね、いっぱいいたんですけど、やっぱ遠くがちょっと荒いな。ほんとちょっと一昔前のVR 画像みたいな、それぐらいの画質ですね。これも2ですね。この辺はずっと人がとどまっていたのに、キャプチャーされててもおかしくないのに、明らかに意図的にこうぐちゃぐちゃってなってるね。これは人物キャプチャーできない可能性ありますよね。不特定多数の場合モザイクになるっていう可能性はあるけど、でも雰囲気は伝わるね。せっかくこんなに人がいる中恥を忍んでキャプチャーしてたのに、もう完全にイチャイチャしてるけども、モザイク自動的にかかってくれてありがたいな。この暗い空間と開けた場所っていうのはあんまり相性が悪いですね。ですね、先ほどの屋外のスキャンで人物がモザイク状になってしまうことが確認できました。アプリ説明文にはですね、影、人、ペット、反射を避けてくださいと
書いてあります。人物がキャプチャーできてしまうといろいろ問題になりそうなので、これメタが意図的に除去している可能性高いですね。クラウド処理の段階で人物を検出してぼかしている可能性があります。つまりですね、女優さんをスキャンして360度好きな角度から眺めるという紳士の夢は今のところ実現できないかもしれません。技術的には可能なのに、さすがに我々の考えることはメタに読まれていたのかもしれません。室内の空間はかなり相性がいいので、例えばね、ラウホの部屋をスキャンしていつでもその独特なね雰囲気を楽しめるようにしておくとか、家では味わえない非日常を好きな時に体験できるというのはいいかもしれないですよね。看板だったらキャプチャーできていたので、写真だったらどうなるのかとか、等身大のマネキンとかフィギュアだったらどうなるのかとかね、その辺もうちょっと調査してみる必要があるかもしれないです。でもですね、結局仮に人物がスキャンできたとしても、もう蝋人形みたいに固まっているだけだとこれ興奮はあまりしませんよね。そもそも我々紳士が本当に欲しいのは動いている人物をそのままキャプチャーできる技術なんですよ。実はですね、このハイパースケープの上を行っていそうなすごいやつがあります。紳士の皆さんにはむしろこっちの方が刺さるかもしれません。それが 4DVAI という企業が開発している 4D ガウシアンスプラッティングという技術です。これは動いている人物も 4D でキャプチャーできます。自由に視点が変えられるサンプル映像が公開されていて、誰でも見ることができます。いくつかサンプルがある中に女性が踊っている映像もあるんですが、これが完全に360度自由視点で見れます。しかも女性にほぼゼロ距離まで近づけるようになっています。これ明らかに紳士向け意識している感じがしますね。20台以上のカメラで撮影する必要があって、到底個人では実現できませんが、動いている人物ごと空間を完全にキャプチャーできます。最初から人物への接近や自由視点を前提にしているので、固定カメラのアダルト VR から完全自由視点のアダルト VR へ進化できる可能性が普通にありそうです。本当に求めていた完全なアダルト VR 体験が実現できるかもしれないということです。この情報も今後追っていきましょう。ハイパースケープは人物スキャンこそできそうにありませんが、空間キャプチャーの完成度は想像以上です。最初はキャプチャーできるだけかとその程度に思っていたんですが、実際に試してみたら完全に見方が変わりました。メタは着々とメタバースを進化させていたようです。現実空間を完全にコピーできる技術をクエスト3だけで実現してしまいました。人物スキャンができないという制限はあるんですが、これ確実に可能性は感じますよね。やはりメタは我々のことを少しでも考えてくれていたのかもしれません。現在このハイパースケープベータ版で自分専用の空間しか作れないんですが、将来的には友達を招待したり共有したりできるようになるそうです。つまり芸能人の自宅、高級ホテル、プライベートジェットなど普段入れない場所に VR で入れる時代が来ます。さらにもし将来的に人物キャプチャーが解禁されたら、エロはどっちにしても無理だと思うんですけど、それでも面白いことになりそうです。ライブとかスポーツのキャプチャーをしたりとか、人の動きをキャプチャーして仕事のマニュアルを作ったりとか、いろんなイベントの記録とか使い道はたくさんありそうです。紳士向けに限らず革命的な使い方がいろいろできそうです。制限はありますけど、クエスト3、クエスト 3S を持っているんだったら、このハイパースケープ試してみることをお勧めします。紳士の希望が見えることでしょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。良い VR ライフを。デジタルの夢の続き Mr. VR saying goodbye でもこれは